いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は夏アジングの極意について解説いたします。夏のアジングは1年間の中で最も釣りやすい時期に入ります。釣れるアジのサイズはとても小さく、夏のサイズは1年間の中でもあまりサイズは期待できない時期になります。ただし、サイズを気にしなければ数釣りが楽しめる時期のため、手軽なライトな釣りとしても人気があります。また、これからアジングを始めようと思っている方には、他の季節よりも攻略が簡単なため、アジングを始めるには最適な時期でもあります。しかし、夏アジングは冬や春と同じような釣りをしていると全く釣れないことがよくあります。今回は夏アジングを攻略するためのポイントをお届けいたします。最後までよろしくお願いいたします。内容は次の8項目になります。アジングの魅力、夏アジの生態と行動、夏アジングのポイント、夏アジングのパターン、豆アジのタックル、豆アジに使うワーム、豆アジに使うジグヘッド、アジングの基本的なテクニック、アジングの魅力について、ライトソルトターゲットとしてのアジは、ほとんどがマアジと呼ばれるものになります。一部、メアジと呼ばれる魚種もいますが、近年沿岸では取れなくなってきているようです。個体数からしてもマアジの方が多くなります。マアジは基本的に年間通して釣ることができる魚ですが、初はおかっぱりからアジングで狙うならば、シーズンは秋から初冬になります。春にも一部回遊がありますが、最近は群れが少なくなってきているとも言われます。夏のサビキ釣りの定番ターゲットだった豆アジも最近は釣りにくくなってきました。その背景には温暖化による水温上昇があるかもしれません。アジは水温の変化に過敏な魚でもあります。アジングではジグヘッド単体、ジグタンと呼ばれるジグヘッドとワームを組み合わせたシンプルな仕掛けで釣るのが一般的です。ハイシーズンには小さなメタルジグやプラグで釣ることもできます。ルアーフィッシングターゲットとしてアジの魅力は次のようなことが挙げられます。パターンの見極め。アジングの食性は大きく分けて2つあります。プランクトンパターンとベイトフィッシュパターンです。岸から釣るアジは多くがプランクトンパターンですが、一部ベイトフィッシュを食べているアジもいます。時間と場所によって群れの食性が異なり、食性によって釣り方も変わります。アジの口にアクションを合わせていくのもこの釣りの面白さです。大小楽しめるサイズ。10cm の豆アジから 30cm オーバーの尺アジまで様々な大きさがいます。沿岸から釣れるアジはシーズンや群れごとにサイズが異なります。やはり大物を仕留めるのが醍醐味ですが、単純にルアーに反応するアジの群れを見つけることができれば、入れ食い状態で釣れ続けることもあります。そのような状態になると、サイズ問わず、ついつい夢中になってしまいます。引きアジ。アジは船釣りでは 50cm 程度、岸からでも 30cm 以上の大型が狙えます。そのサイズになってくると強烈な引きになってきます。小さな当たりを出す魚で、またバレやすいという難しさもあり、うまくやり取りするために繊細であり強いタックルを操って釣るシビアな感覚も魅力です。再現性。アジは海の中に群れるレンジ、水深が次々に変わります。ジグヘッドでそのレンジを何回も同じやり方で面白いくらい釣れ続けます。ルアーフィッシング全般に言えることですが、釣りをパターン化して数釣りに持っていけることは、釣り人の達成感や満足感が得られます。サビキ釣りなどで釣ってしまえば簡単な対象魚ではありますが、アジングに使う 0.2 号の極細エステルラインなどでドラグが出ながらも寄せて抜き上げ、釣った時の安心感、再現性で次々に釣っていく時の連続ヒットは病みつきになります。美味しい。体色が黄色みを帯びた、いわゆる金アジと呼ばれるアジは格別に美味しく、高級魚の扱いを受けるくらいです。この体色は沿岸部の限られた範囲から出ないイツキと言われ、プランクトンパターンのアジになります。小魚を食べている黒っぽい体色の
回遊型のアジよりも脂が乗っていて肉厚で、アジの名前の由来になるほどそのアジも絶品です。夏アジの生態と行動について、夏アジングとは6月から8月までの期間を言います。地域や場所により異なりますが、夏アジングは数釣りの最盛期にあたります。アジが最も捕食を行う温度、最適温は19度から23度と言われます。夏アジングは適水温よりも高くなるだけでなく、場所によっては水温が高くなりすぎて、アジにとっては酸欠状態になりやすいなど、高水温を避けるために場所を求めて移動していきます。海水中に溶け込んでいる酸素の量のことを溶存酸素と言います。一般的に酸素量は海面付近で最も多くなります。大気と海面との間で酸素の交換が行われ、その海水に溶けることができる上限の量、溶解度付近まで酸素が溶けるためです。海水に溶けることができる酸素の量は海水温によってほぼ決まります。気体は水温が低いほど水に溶けやすくなる性質を持っているため、海面付近の海水の酸素量は海水温が低いと多くなり、海水温が高いと少なくなります。夏アジングは高水温の影響により、海水中の酸素濃度が低くなりやすい時期になります。特に太陽にさらされる表面層は高水温になるため、酸素が極めて少なくなります。しかし、水深がある深場の海水は比較的水温が低いため、酸素が多い状況になります。夏アジングのポイントについて、夏アジングのポイントを選ぶときの条件は次のようになります。潮が動くところ、テトラ帯、水面が波打っている、河口や河川。潮が動くところについて、潮がよく動いているところは酸素が多いところにもなります。ジーソなどは波が当たる場所が多くあるため、さらしが発生します。さらしとは陸に波が当たって砕け、白い泡が発生していることを言います。そのため、さらしのあるところは水中の酸素量が多い場所となります。テトラ帯について、テトラ帯も状況によっては酸素量が多くなるポイントになります。陸の形が不規則な磯ほどのさらしにはなりませんが、向かい風になると波がテトラなどの消波ブロックに当たり、さらしができます。また、プランクトンも寄せられてきますので、アジも集まってきます。ただし、さらしができるタイミングは、風や波が強い時になりますので、十分注意されてください。水面が波打ってるについて、水面が波打ってるところは絶好のポイントです。あまり風が強すぎると、アジングの場合、釣りにならないため、無風ではなく、程よい少しの風が吹いている程度が最適です。夏の時期によくある台風の後も、台風の影響で海水が大きくかき混ぜられて、酸素が増えて釣りやすくなります。ただし、台風の後でも濁りが入っている場合は、アジがいない恐れがあります。その時は濁りが引くタイミングまで待ちましょう。河口や河川について、河口や河川も夏アジングのポイントになります。河口は川の流れがあり、水温が低く、酸素の量も多くなるため、アジが好む環境が揃っています。ちなみに、川でアジングをすることをリバーアジングと呼ばれています。また、アジは河口だけでなく、上流にも遡上してきます。チヌやシーバスが餌などを求めて何キロもの上流に遡上してきますが、アジは酸素や低水温を求めて遡上していきます。しかし、雨などによる濁りには敏感です。逆に考えると、濁りがないところにアジが移動する可能性があります。ポイント選びがしやすくなる要素として考えてもいいと思います。夏場は水温が高くなるので、水中の酸素の含有量が大きく減り、アジも酸欠状態になってしまうので、当然アジは酸素の多い場所に居つくことになります。酸素の多い場所とは、水がよく動いている場所です。いつもの漁港なら、港内よりも港の入り口、三代筋付近、防波堤の先端、テトラの際、ジーソなど、波が当たって海水がかき回され、さらしができている状態の場所は酸素が多くなっています。
堤防や港湾部の外洋に面した岸壁など水深がある場所はボトムに行くほど水深が低く、表層よりも酸素が多くなっています。夏アジングのパターンについて。夏アジングのパターンは寒い時期と大きく異なります。夏になると気温が高く暖かくなり、同じく水温も上昇し、餌となるベイトの活性も上がってくるので、必然とアジの活性も高くなります。通年、アジのメインベイトとなる網パターンも夏は外せません。夜の護岸の常夜灯の明かりに接岸してきます。網はものすごい数の大群で寄ってくるので、網を狙ってアジもすぐ近くまで寄ってきます。水温が高い夏場の網パターンの場合、反応があったレンジを一定に保ちながら、フォールを繰り返すことが肝心になってきます。フォールアクションは錆びく程度で十分です。無理に大きくロッドを煽ったり、強く巻いてきたりする必要はありません。アジがいそうなレンジを見つけたら、ロッドをゆっくり立てていき、錆びいて当たりが来るのを待ちます。反応がなければ、ゆっくりとロッドを水面と水平になるまで下ろして、糸吹け分だけ巻き取ります。これを繰り返し、アジのいるレンジを探し出します。夏の代表的なパターンに、小魚パターンもあります。小さなイワシやキビナゴ、コイカが主なベイトになります。アジからすると大好物のベイトです。小魚自体の活性も高くなっているので、水温の上昇とともに漁港などの護岸に寄ってきます。その時にアジが追ってきて、岸際まで追い込んで捕食しているところを狙います。ベイトパターンの場合、早巻きが効果的です。想像以上に早く巻いた方が実際のベイトのスピードに合っています。まずは表層を引いてくるのですが、中層やボトムから斜めに浮かせてくるときも同じく早巻きが効果的です。一言で速いと言っても、スピードは状況次第で異なるため、低速から高速まで試してみて、当たりのあるリトリーブ速度を見つけてください。ジグヘッドの重さを変えることで、リトリーブスピード、巻く速度を速くすることができます。巻いてくる速度を上げるには、ジグヘッドの重さもいつもとは異なるものを選ばなければいけません。夏は夜アジングでもスローだと見切られやすい時期になります。アジング攻略では珍しく、夏のパターンではスローに巻いていると見切られる可能性が非常に高くなります。夏は餌となるベイトの活性も高くなっているため、アジが狙うベイト自体の泳ぐスピードが通常よりも速くなるためです。アジングはジグヘッドの重さが軽ければ軽いほど釣れやすいと一般的に言われます。そのため、ポイントについてジグヘッドを選ぶときも 1g 前後の軽めのものから探ってしまいます。しかし、夏アジングの場合は重めの 2g 前後から始めることをお勧めします。ジグの重さが重たくなり、リトリーブスピードを上げないと任意のレンジをキープできなくなるので、必然と早巻きになります。重たいジグヘッドにすると、フォール中の沈下速度も速くなるので見切られにくくなります。速度が速い分、よりサイズの大きなアジが狙える確率も上がります。大きなアジほど追っているベイトのサイズも大きく、泳ぐ速度も速くなります。大きい個体ほど餌を選んで捕食する傾向にあります。赤潮の時の対処法について。夏の海水温が高くなる時期は頻繁に赤潮が発生します。アジが釣れなくなるというか、釣りが成立しない日もあります。東京湾などで見られる青潮はさらに深刻です。貧酸素水海が岸近くの表層に上がってくるため、生き物が生息することが厳しくなります。赤潮であれば、潮の影響を受けていない赤潮の下の層を通してやると釣れる可能性もあります。夏アジングのタックルについて。夏は豆アジと呼ばれる小さなアジが中心になってくることもあるため、豆アジングのタックルに特化して紹介します。これまで紹介してきた早巻きでは豆アジが追いつかなくなることもあるため、ここからは豆アジに合わせたタックルになります。ロッド。豆アジングでは軽量な仕掛けを使うため、ロッドは繊細さが必要です。長さ6フィート台前半、硬さウルトラライトまたはエクストラウルトラライト、ティップはソリッドティップがおすすめです。穂先の種類は
最終的には好みですが、しなやかなソリッドが豆味の当たりを弾きにくい傾向があります。リールはロットに合わせることになりますが、500番から2000番までギア比はパワーギア、またはノーマルギアがおすすめです。豆アジングは軽量なリグを操作することが多くなります。ハイギアリールを使っても問題ありませんが、ゆっくりスローに巻くようにしてみましょう。ライン選びは重要で、中型から大型のアジを狙うときよりも軽量なリグを操作することを意識したものを選びます。素材はエステル、またはフロロでも可能です。太さ、号数は太くても 0.35 程度までがおすすめです。基本はエステルラインを使いますが、多少操作感が鈍くなりますが、フロロカーボンラインでも対応可能です。エステルラインは豆アジング専用として考えるなら 0.25 ほどで問題ありませんが、しかし一般的なアジングにも使うことを考えると 0.35 の方が使い道は広くなります。フロロカーボンラインの場合はしなやかなのでワンランク太い 0.35 から 0.45 程度まで使えます。豆アジングに使うワームについて、ワームのサイズ、大きさ。豆アジングに使うワームですが、目安としては1インチから 1.5 インチくらいまでになります。一般的なアジングでは2インチ前後がよく使われますが、豆アジングではワームサイズは小さくなります。特に極小サイズの 10cm 前後までのアジを狙うような時は、1インチから 1.2 インチくらいのとても小さなワームを使う場面が増えてきます。形状は豆アジングではフッキングを安定させるためにワームの形状、ボリューム感もかなり重要です。1.5 インチのワームであっても、ボディが太めで折れ曲がりにくいワームは集魚力は高いですが、低活性時やアジが小さい時に使いにくくなります。ボディが細く、しなやかで曲がりやすいワームはアピール力は低くなりますが、吸い込みやすくてフッキングが安定します。豆アジングのアジが小さい時や低活性の時は、ワームがしなやかに折れ曲がりやすいのを選ぶのがポイントになります。特に豆アジは口が小さくて吸い込みが弱いので、ワームのちょっとした違いでフッキング率が変化してきます。色、カラー。ワームのカラーについては、豆アジは網やプランクトンといった極小の餌を捕食していることが多いので、クリア系のものがおすすめです。デイゲームの場合は、クリアにラメが入ったものをメインに選び、夜間はアピール力を出すためにグロー、夜光カラーが入ったワームを選んでみましょう。豆アジングに使うジグヘッドについて、ジグヘッドの重さは釣果を大きく分けることもあるので、豆アジングでは特に重要です。重たいヘッドは豆アジの吸い込みが悪くなり、当たりがあってもフッキングが悪くなる原因になります。基本は 0.6g から 0.8g、強風時は 1g から 1.2g、活性が低いときは 0.2g から 0.4g ほどになります。豆アジングの場合、重くても 1.2g くらいまでに抑えてみましょう。1.5g 前後以上になるとフッキング率が低下する傾向になります。フックの大きさ、形状。フックの大きさも非常に重要になり、10cm から 15cm ほどのアジであれば、そこまでフックの大きさにはこだわらなくても釣れることがありますが、10cm 程度までのかなり小さいアジを狙うときは、極小フックのジグヘッドを使う必要が出てきます。また、豆アジングでフッキングが悪いときは、アジング用のジグヘッドによく見られるオープンゲイブのフックではなく、ストレートポイントのものや、わずかなオープン気味のフックの方がかかりが良くなることもあります。アジングの基本的なテクニックについて、アジングのルアーアクション、ルアーの動かし方はいろいろありますが、基本的な3つの方法を紹介します。このアクションを使い分ければ、ほとんどの状況に対応できるので活用してみましょう。ただ巻き。これはその名の通り、リールをただ巻くだけのアクションになります。最もシンプルなアクションですが、夜のアジングではただ巻きで釣れる場合がよくあります。ただ巻きは一定のスピードでリールを巻くことが基本です。緩急をつけるのもいいですが、まずは一定で巻いてみましょう。
巻くスピードは使うリールのサイズやギア比でも変わりますが、目安としては2秒でハンドル1回転から早くても1秒で1回転ほどになります。ジグヘッドは巻かなければ沈み、早く巻くと浮き上がります。ただ巻きの基本はジグヘッドが一定の棚、深さを泳ぐようなイメージした速度で巻きます。リトリーブスピード、リールを巻く速度はジグヘッドが重ければ早め、軽ければ遅めに巻くと一定の棚をキープすることができます。リフト&フォール。ルアーを上方向にリフトし、その後にフォールさせて沈める方法をリフト&フォールと言います。一般的なリフト&フォールはシーバスフィッシングや回遊魚狙いなどでバイブレーションやメタルジグなどのルアーを使うときによく行うアクションになります。方法はロッドを上げてルアーをリフトさせ、ロッドを戻しながらたるんだ糸をリールで巻いている間にルアーをフォールさせます。アジングの場合もルアーを上下させる点は変わりませんが、少し方法が異なります。アジングでの一般的なリフト&フォールはロッドをシェイク、細かく震えさせることをしながらリールを巻き、ジグヘッドリグをリフトさせます。リールのハンドルを1回転から3回転ほど巻いたら、ラインを張ったままロッドを止めて、ジグヘッドをゆっくり落としていきます。糸を張ったままフォールさせると、横から見るとルアーが徐々に手前にカーブしながら進んでいくため、カーブフォールと言います。ラインにテンションをかけないフォールはフリーフォールと言います。アジのあたりはリフト中にもありますが、カーブフォール中も多くあります。カーブフォールをするとゆっくり沈み、ルアーが水中で漂うようになるため、特にプランクトンを捕食しているアジには有効です。ミドスト。ブラックバスのルアーフィッシングで誕生したルアーアクションで、ミッドストローリングの略になります。ロッドをシェイクしながらリトリーブ、リールを巻いてルアーを引くこと、ジグヘッドリグを連続的にロール、左右に倒れる動きさせる方法です。アジングの場合だと、先ほどのリフト&フォールでフォールをさせず、連続的にリトリーブする感じになります。リールを巻きながらシェイクすることで、ソフトルアーが小刻みに震えながら泳ぎ、小魚が泳ぐようなアクションになります。ただ巻きにシェイクをプラスしたアクションですが、ただ巻きでは食わないアジもミドストならヒットすることも多いため、ただ巻きでもリフト&フォールでも食わない場合は試してみましょう。今回のまとめです。アジは対角にあった棚に潜んでいます。小さなアジは多くの酸素を必要としないため、酸素量が少ない表層付近でも活動できます。大きなアジになるほど多くの酸素を必要とするため、深場や沖の海水温が低く、酸素量が多いところでないと活動できません。夏アジングは多くの酸素を必要としない小アジが表層に集まりやすい状況です。一方では、ボトムの低水温のところには酸素をたくさん取り込む必要がある大きなアジが潜んでいるかもしれません。しかし、この夏からアジングを始めようと思われている方は、少ないチャンスを求めて大アジを狙うよりも、サイズアップが狙える秋アジングに向けて、小アジでアジングの感覚を練習しておくのもいいと思います。秋になれば、この夏の経験を生かして、大アジを狙って釣れるようになると思います。表層付近の小アジで練習して、慣れてきたら低水温のボトム付近に潜むアジでサイズアップを狙ってみましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。